今すぐスマホを開いて、ニュースアプリとか SNS のタイムラインを少しだけ眺めてみてください。はい、よくある日常の光景ですよね。でもなんだか社会が完全に壊れかけていて、誰もが何かに激怒しているような、世界が真っ二つに分断されているような、そんな風に見えませんか？確かにネットの画面越しに伝わってくるあのピリピリとした空気感は確実に私たちの精神を削っていますよね。そうなんですよ。でも、もし私たちが日々感じているその息苦しい分断とか怒りの渦が、現実の社会の姿じゃなくて、人間の進化のバグと数行のプログラムコードによって意図的に設計された一種の儲かる幻覚だとしたらどうでしょそれはすごくスリリングな視点ですね。今回のソースとして集めたもの、最新の心理学やメディア研究の論文、それから日本のインターネット誌の変遷、あとはニュースプラットフォームの生々しい収益構造の分析レポートですね。う？はい、かなり多岐にわたる資料でしたね。これらを掛け合わせると、私たちが普段これが世の中の総意だと思い込まされているものの正体が非常にクリアに、そして残酷なほど残酷に浮かび上がってくるんです。なので今回のミッションはそこです。私たちが日々直面しているネット上の怒りの裏側にあるからくりを解体して、分断という名のイリュージョンを見破ること。はい、すごく重要なテーマだと思います。さて、ここから少し情報を整理して紐解いていきましょうか。まずは一番根本的な思い込みの破壊からいきたいんですが、ネット上でこれだけ多くの人が怒り狂っているんだから、現実の世の中も当然ギスギスしているはずだというあの感覚についてです。実のところその感覚はデータによって完全に否定されているんですよね。そうなんですか？はい、世界の民主主義研究において非常に重要な事実が報告されているんですが、現実の社会では穏健な意見とか中間的な立場を持っている人々が圧倒的な多数派なんです。つまり、ニュースや SNS で見るような極端な対立は、現実の世論分布とは全く一致していないと。全く違います。温暖な多数派の人たちってネット上でわざわざ声を荒げて議論に参加したりしませんよね。確かにめんどくさいですしね。そうなんです。極端な意見を持つ人たちがヒートアップしている空間を避けて、ただ沈黙しているんです。その結果としてネット上では極端で強い意見を持つごく一部の人たちの声だけが異常に増幅されて可視化されてしまう。なるほど。メディア研究ではこれをまるでそれが社会全体の総意であるかのように錯覚させる疑似世論と呼んでいます。疑似世論ですか。静かで雰囲気のいいレストランを想像すると分かりやすいかもしれないですね。レストランですか？一組のテーブルだけが大声で激しく喧嘩していてお互いを罵倒しているとしますよね。そうすると他の9割のお客さんはただ静かに食事を楽しみたいだけなのに、関わり合いになりたくないからうつむいてただただ沈黙するじゃん。否です。いわゆる沈黙の螺旋が起きるわけですね。はい。結果としてその空間全体が殺伐としたひどいレストランに思えてしまうっていう。ここで非常に興味深いのは、そのレストランの例えをさらにネット空間に当てはめると、私たちの認識がどう歪むかがよくわかるんですよ。と言いますと？現実のレストランなら周りを見渡せば、怒っているのはあのテーブルだけで他の人たちはドン引きして黙っているんだなって視覚的に理解できますよね。はいはい、見えますからね。でもテキストベースのネット環境ではその沈黙している9割は画面に表示されないんです。視界に入るのは画面いっぱいに敷き詰められた大量の怒りの書き込みだけなんですよ。なるほど。それを毎日スクロールしているうちに脳が世界中がこんなに怒っているんだって勝手に誤認しちゃうわけですね。まさに認識の歪みです。一部の人間だとしたら、なぜその少数の極端な声ばかりが私たちのスマホの画面を埋め尽くすほど優先的に届くシステムになっているんですか？それはですね、現代のテクノロジーが人間の脳のバグを完璧にハッキングしているからです。脳のバグ？はい、人間が進化の過程で身につけたネガティビティバイアスという本能が深く関わっています。太古のサバンナで人間が生き残るためには、美しい夕焼けの風景よりも茂みの奥でカサッとなった音とか他グループとの対立といった脅威を最優先で処理しなければなりませんでした。のんびり夕焼け見てたら肉食獣に食べ慣れちゃいますからね。そういうことです。脳の扁桃体という部分が危険や怒りの情報に強烈に反応して、それを重要情報として記憶に刻み込むようにできているんです。つまり私たちがネガティブなニュースをつい見てしまうのは、意志が弱いからじゃなくて、生き残るための生存本能が正常に作動しているだけだっていうことですね。ただ、そのサバイバル本能が情報のあふれるデジタル世界では完全に裏目に出ていると。さらに厄介なのが怒りという感情の特殊性なんですよ。心理学において
怒りは単なる不快な感情ではなくて、心拍数を上げて人間を行動へと駆り立てる高覚醒感情に分類されます。高覚醒感情。ええ。ちょっと想像してみてください。あなたがネットで静かな悲しみを誘う記事を読んだとします。深く考えさせられますが、すぐにシェアボタンを押すことは少ないんじゃないでしょうか。まあ、一人でじっくり噛み締めることが多いですね。ですよね。でも、理不尽な不正に触れて血が沸騰するような怒りを感じたとき、人は反射的にリツイートや共有ボタンを押してしまいます。ああ、怒りは行動を強制するスイッチなんですね。実際のデータでも、SNS 上おいて、怒りは悲しみの約3倍拡散されやすくて、強い感情を伴う情報は、通常の情報の最大6倍もの速度で広がることが分かっています。6倍ですか。それはすごいスピードですね。しかもネット上で誰かの不正を批判したり自分の正義を主張したりするとき、人間の脳内ではドーパミンという強烈な報酬物質が分泌されるんです。ちょっと待ってください。ということは、怒って誰かを叩くこと自体が脳にとっては快感になっちゃってるってことですか？まさにそういう風に処理されてしまっているんです。いやー、ということは、夜寝る前にベッドの中で不安やストレスを感じながらも嫌なニュースとか怒りの投稿を延々とスクロールしてしまうドゥームスクロール。あれも説明がつきますね。ええ、完全につながってきます。あれは現代病というより、危険を見逃さないための警戒システムと、正義感によるドーパミンの分泌が無限スクロールっていう環境下で完全に暴走してショートしている状態なんですね。その通りです。そしてこれをさらに大きな視点、全体像と結びつけてみると、事態はさらに絶望的なフェーズに入ります。絶望的ですか。なぜなら、現在のメディアやプラットフォームの収益構造が、この人間の怒りに弱いという本能を利用して、利益を最大化するように設計されているからです。人間のサバイバル本能を監禁しているってことですね。ええ、メディア研究ではこれをアウトレイジ経済、つまり怒り経済と呼んでいます。かつての新聞やテレビのビジネスって、読者からの購読料とか長期的な広告枠といった信頼の上に成り立っていましたよね。はい。良い記事を書いて信頼されれば明日も買ってもらえるというモデルですよね。ところが現代のネットメディアの収益源は PV、つまりページビューですね。広告が何回表示されたかというクリック経済に完全に転換してしまいました。記事の中身が最後まで深く読み込まれることよりも、とにかくリンクが1回開かれることの方が経済的な価値が高くなってしまったわけですね。ええ、この転換が決定的な社会問題として浮上したのが、ソースの分析によれば2015年から2016年頃なんです。イギリスの EU 離脱、ブレグジットとか、アメリカの大統領選挙があった時期ですね。その通りです。この頃を境に政治報道のあり方が根本から変質しました。例えば、以前なら議会で新しい税法案の具体的な内容が議論されましたという政策報道だったものが、はい。新税法案にネット上で批判殺到、炎上状態にといったような SNS の怒りを拾い上げて増幅させるだけの反応報道へと劣化していったんです。ああ。クリックさせるためには、政策のメリットやデメリットを真面目に語るより、誰かが激怒しているという高覚醒感情を刺激するタイトル、つまりクリックベイトを打った方が手っ取り早いし、実際儲かるからですね。ええ、非常に効率が良いビジネスになってしまったんです。でも、記事を書いている新聞社とかメディアの現場の記者たちは、ジャーナリストとしてのプライドがあるはずですよね。自分が単なる怒りの燃料を作り出していることに葛藤はないんですか？もちろん、現場の記者たちの多くも強い葛藤と問題意識を抱いています。しかし彼らは個人の倫理観ではどうにもならない構造的な罠に陥っているんですよ。構造的な罠ですか？はい。どれだけ足を使って綿密な取材をして素晴らしい政策解説の長文記事を書いても地味な見出しではクリックされません。
クリックされなければ会社の収益にならず、メディアとして生き残れない。なるほど。自分が数週間かけて書いた真面目な記事のタイトルを、デスクが批判殺到といった怒りを煽る見出しに勝手に書き換えて配信してしまう。そして結果としてそれが何百万回もクリックされてしまう。この数字の暴力の前では、モラルは無力になりがちなんです。個人の良心の領域を超えちゃってるんですね。システムそのものが怒りを要求するエコシステムが出来上がっていると。本当にそうなんです。さて、世界中のメディアがこのアウトレイジ経済に飲み込まれているわけですが、ここからが本当に面白いところなんですよ。このクリック至上主義の波が日本という特定の環境に持ち込まれたとき、世界でも類を見ない独自の巨大なモンスターを生み出してしまったんです。はい、日本のインターネット空間における得意なポータル依存という構造ですね。ここを理解しないと、日本のネット上の分断の正体は見えてきません。欧米、例えばアメリカやイギリスでは、読者はニューヨークタイムズとかガーディアンといった特定の媒体ブランドを直接指名して、そのサイトにニュースを読みに行く傾向が強いんです。でも日本の場合は違いますよね。はい。2000年代初頭からヤフージャパンのような巨大ポータルサイトが圧倒的なシェアを握りましたからね。確かに、リスナーのあなたも毎朝起きるたびに今日は何々新聞のサイトを見に行こうなんてわざわざ検索しないですよね。とりあえずポータルアプリを開いて、そこに並んでいる見出しを上から順に眺めるのがもはや国民的な習慣になっています。その背景には日本の新聞社の歴史的な成功があるんです。90年代から2000年代にかけて日本の新聞社は紙の定期購読という世界でも類を見ないほど強固でリッチなビジネスモデルを持っていました。それが裏目に出たと。そのせいでデジタル空間への移行を軽視して対応が致命的に遅れました。その隙にポータルサイトがネットの入り口としての地位を完全に確立してしまったんです。本来なら新聞社が自分たちのウェブサイトで直接読者にニュースを届けるはずが、読者がポータルサイトにしか集まらなくなってしまったんですね。はい。結果として新聞社はポータルサイトに記事を配信しなければ誰の目にも触れないという状況に追い込まれたわけですね。新聞社からポータル、そして読者へという完全な逆転現象だ。その通りです。新聞社が記事を書き、ポータルがそれを束ね、読者が消費するという流通経路が固定化されて、メディアの生殺養奪の権をポータル側が完全に握ってしまいました。これって例えるなら、農家と巨大スーパーの関係に似ていますよね。はい。農家である新聞社が一生懸命丹精込めてオーガニックの野菜を作っている。はい。でも、巨大スーパーであるポータルサイトに卸すと、スーパーの店長が、もっと目を引いて売り上げを伸ばすためにと言って、勝手に食べたら危険、猛毒入りかみたいな過激なポップをつけて売り場に並べてしまう。非常に的確な例えですね。農家からすれば、そんな事実と異なる見出しつけないでくれと抗議したいけれど、そのスーパーの棚に置いてもらわないと農家自体が倒産してしまうから黙って従うしかないっていう。まさにその過激なポップをつける権限、つまり流通側が編集権を握っていることが最大の問題なんですよ。特に数千万人規模のユーザーを抱えて月間で数百億 PV を叩き出すヤフトピックスのような場所の影響力は絶大です。13文字から15文字程度の極端に短く削られた見出しですね。通常なら新聞社の自社サイトで数万 PV 程度の記事もトピックス欄に掲載された瞬間に数百万 PV へと跳ね上がります。桁が違いますね。ポータル側は読者のクリックを最大限誘発するために元の新聞社がつけたニュアンス豊かなタイトルを捨てて独自に短く強く目立つ見出しに改変します。なるほど。メディア研究者たちはこの一企業に情報のゲートキーパーとしての強大な権限が集中している状況に対して民主主義の観点から強い懸念を表明しているんです。どんなニュースをトップに持ってくるか、どんな感情を刺激する見出しにするかで文字通り国家規模の世論が誘導されてしまう危険性がありますから。そしてそのポータルサイトの影響力をさらに爆発的にかつ暴力的に増幅させる悪魔的な装置が存在しますよね。記事の下にぶら下がっているコメント欄です。はい、いわゆるヤフコメですね。このコメント欄こそが冒頭でお話しした議事世論を最も濃密に可視化させてしまう空間なんです。どういうことですか？通常の穏やかな記事なら数十件のコメントしかつかないところ、ポータル側が意図的に怒りを煽る見出しをつけた炎上記事になると、数千件から数万件のコメントが殺到するんです。でも、データに基づくなら、その数万件のコメントを書いているのは、社会の多数派ではなくて、極端な意見を持つ一部の人たちなんですよね。その通りです。研究者の分析によると、
日本のポータルサイトのコメント欄には明確な偏りがあります。2000年代からのポータル利用習慣を引き継いでいる40代から60代の男性を中心とした特定の層によって議論の空気が支配されていると指摘されているんです。はあ、かなり偏っていますね。そしてここで起きているのがオンライン脱抑制効果という恐ろしい心理メカニズムなんです。脱抑制効果。抑制が効かなくなるということですか。どういうメカニズムでそうなるんでしょう。対面で人と議論するときって相手が顔をしかめたり傷ついたりする表情を見ると私たちの脳ではミラーニューロンが働いて共感のスイッチが入って自然と発言にブレーキがかかりますよね。まあ目の前で泣かれたりしたら言い過ぎたなって思いますからね。ええ。しかしネット上では目の前にあるのはただのガラスの板です。相手の微細な表情の変化も見えないし即座の反撃も来ない。はいはい。すると脳の共感回路が物理的に起動せず相手を血の通った人間ではなく抽象的な概念として処理し始めてしまうんです。これがオンライン脱抑制効果です。共感のブレーキが物理的にぶっ壊れた状態で匿名のまま書き込めるわけですね。それは確かに地獄のような空間になりますよ。結果として政策や社会問題への建設的な議論ではなくて政治家や特定の個人に対する激しい人格攻撃、嘲笑、レッテル貼りが常態化します。それが数千件単位で集積して可視化されることでまるで社会全体からのオンライン集団攻撃のような様相を呈してしまう。そして公共の討論空間が劣化していくと。しかもその地獄がネットの中だけで完結しないのが現代の怖いところですよね。と言いますと盛り上がりとか誹謗中傷が今度は X、旧 Twitter などの SNS にスクリーンショット付きで転載されてさらに拡散される。そして最終的にはテレビのワイドショーやニュース番組がネット上で批判が殺到していますとか波紋が広がっていますって全国放送してしまうじゃないですか。まさに巨大な逆流現象ですね。一部の極端な怒りがテレビというマス媒体を経由することで日本全国の共通認識、つまり本物の社会問題へと錬金術のように消化されてしまうんです。これプラットフォーム側も何も対策していないわけではないですよね。電話番号の登録を必須にしたりとか AI を使ってあまりにひどい誹謗中傷のコメント欄は丸ごと非表示にしたりといったニュースを見かけますが、確かにプラットフォーム側も自浄作用としての対策は進めています。しかし専門家たちの見方は非常に冷ややかです。なぜですか？なぜなら彼らが根本的に抱えている利益相反があるからです。どれだけ表面的な言葉のフィルターをかけようとユーザーを怒らせて高覚醒状態にするほど PV が稼げて広告収入が儲かるというアウトレイジ経済の根幹モデルを手放すことは絶対にありません。なるほど。システムそのものが怒りを燃料にして駆動している以上コメント欄の非表示化などはただの対症療法に過ぎないんです。つまりこれらは一体何を意味しているのか。私たちがスマホを開いて目にする怒りに満ちたコメント欄や批判殺到という見出しは決して社会の真の姿を映し出す鏡なんかじゃないってことですね。はい。特定の層の特定の怒りだけを強力に集めて私たちの生存本能を刺激するために最適化された歪んだ虫眼でだということです。だとしたらリスナーのあなたもこれを見て日本中がこんなに怒っているとかもうこの社会は終わりだなんて絶望して精神をすり減らす必要は全くないわけだ。まさにその通りです。これは私たちに非常に重要な問いを投げかけていますね。私たちが直面していると感じているこの分断は物理的に社会の意見が真っ二つに割れているわけではありません。人間の脅威に目を向けてしまうという脳のバグと私たちのクリックを収益に変換するメディアの構造が見事に合体して生み出した極めて精巧な演出に過ぎないんです。演出ですか？はい。これを理解することは私たちに非常に重要な武器を与えてくれます。日々のニュースの過激な見出しや熱狂的なコメント欄に直面したとき、反射的に怒りや絶望を感じる前に一度立ち止まることができるようになります。なるほど。この見出しは私の脳の扁桃体をハッキングしてクリックさせようとしているのではないかとか、この怒りの声は現実の社会の姿なのか、それともビジネスとして作られた議事論なのかと、その構造を見抜く視点こそが情報に振り回されず健全な心を保つための最強の防具になるんです。怒りを感じたらまずは自分の脳がハッキングされていないか疑えということですね。構造を知ることでようやく私たちはこの息苦しいデジタル空間で少し息がつける気がします。そうですね。
さて、今日学んだこのアウトレイジ経済と疑似世論のからくりを踏まえて、最後にあなたに少し視点を未来に向けた想像をしてもらいたいと思います。ほう。現在世界中で驚異的なスピードで開発されている次世代の AI たちは、インターネット上にある膨大なテキストデータを読み込んで、人間の言葉や社会の倫理観を学習していますよね。当然、彼らが読み込んでいるデータの中には、今日私たちが話したようなクリックのために意図的に煽られた見出しとか、共感機能がオフになった一部の人たちが書き込んだ怒りと憎悪で歪んだコメント欄のデータが山のように含まれているわけです。はい、恐ろしい量でしょうね。では、もしその AI たちがこの偏りに偏った怒りのデータを人類全体の総意であり、社会の真実の姿だと勘違いしたまま学習し続けてしまったとしたら、果たして数年後、その AI は私たちの社会をどんな風に理解して、どんな答えを返すようになるんでしょうか。それはちょっと想像したくない未来かもしれません。次にあなたが AI に向かって今の社会についてどう思うと質問するとき、その裏側にあるデータソースを想像すると少し背筋が寒くなるかもしれませんね。それではあなたのまたの探求をお待ちしています。